皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally ポッドキャストへようこそ。このポッドキャストでは中級者、上級者向けに日本語や日本文化を紹介していきます。料理をしたり、運転をしたり、何かをしながら聞いてください。シャドーイングに使う場合には音の高低、つまり音の上がり下がりにも注意してシャドーイングしてみてください。英語の字幕が見たい人は YouTube チャンネル Speak Japanese Naturally Podcast で設定から出すことができます。毎週木曜日夜7時更新です。ぜひチャンネル登録して聞いてみてください。はい。では早速ですが、今日のテーマはイマージョンです。私はもう一つの YouTube チャンネルの方に初級者向けのイマージョンについて英語で説明した動画を上げています。それを日本語で聞きたいというリクエストをニニさんからいただきました。リクエストありがとうございます。このポッドキャストを聞いてくれている方たちは中級者、上級者がメインだと思うので、今日は中級者、上級者向けのイマージョンについて話しますね。まずはイマージョンという言葉なんですが、皆さんはイマージョンって聞いたことありましたか？ここ数年でよく聞くようになってきたなって思う言葉です。それより前は特に聞かない言葉で、私の場合は日本語の先生の資格を取るときにイマージョン教育という言葉の中で初めて目にしました。目にするっていうのは見るっていうことです。そのイマージョン教育の例としては、カナダのフランス語が話されている地域での教育が挙げられていました。英語を母語とする子どもたちにフランス語を教える方法として、フランス語を教えるときだけじゃなくて、理科とか数学とか別の教科もフランス語で教える教育方法をイマージョン教育って言ってたんです。フランス語を使って別の勉強もすることで、フランス語の力を上げていくという方法ですね。日本では、英語ですら日本語で教えてるんで、イマージョン教育とはちょっとね、かけ離れてるんですけども、今私が話そうとしているイマージョンは、それじゃなくて、個人が勉強するときの勉強法の一つとしてのイマージョンです。英語からのカタカナ語で、英語の意味は浸すとか浸るですね。浸すっていうのは基本的には液体、水みたいなものに入れるという意味です。で、浸すというと液体がそのものに入ってくるイメージがあります。例えば、ガーゼを水に浸すといえば、そのガーゼが水を吸収した状態、水を吸った状態になります。ギュッと握ると水が出てくる状態です。それを言語でやるのがイマージョンです。自分が勉強している言語に自分をどっぷり浸からせて、その言語を吸収していく学習方法です。自分の周りをその言語でいっぱいにするんです。つまりその言語でいろいろ見たり聞いたり読んだりしまくるということです。これはインターネットの発展によって可能になった学習方法だと思います。ちょっと昔の話をしてもいいでしょうか。どうしてもね、昔の話をしたくなっちゃうんですよ。今がどれだけすごいか言いたくなっちゃうんです。ということで、私が学生だった時はですね、その言語にどっぷり浸るといえば本しかありませんでした。じゃあ英語の例でいきますけど、
その英語にね、どっぷり浸ると言ったら、英語の本しかありませんでした。それで、英語学習の世界では、多読という学習方法が生まれました。多読は漢字で、多く読むと書きます。その字の通り、できるだけたくさん英語で書かれた本を読んで、自然にその英語の表現とかをね、吸収していくという学習方法です。よく使われる単語や表現は、何度も出てきますよね。で、何度も同じ単語や表現に出会うから、それを覚えますし、また、そういうのが使われる状況っていうのが本の世界でこうちゃんとね、描かれているので、自然な形で自然な表現を覚えられるというのが、多読の目的です。皆さんは、何カ国語も話せるスティーブ・カウフマンさんっていう方はご存知ですか？有名な方ですが、彼が作った言語学習ツールのリンクは、その多読の考え方がベースになっていると思います。YouTube の動画とかもリンクに読み込めますが、どっちかというと、読む力をつけるのに向いているツールな気がします。あと、私が韓国語の勉強に使ったことのあるサービスで、Talk to me in Korean というところが出している、TTMIK Stories というアプリがね、あるんです。これ別に名前を覚えなくていいんですけど、短いお話を読みながら韓国語の力をつけていくっていうものです。で、それを作った人のインタビュー動画を見ていたら、読書を進めていたんで、同世代的な匂いを感じました。同世代っていうのは、同じ世代と書きます。同じ頃生まれた人たちが同世代の人です。なんとなく、読書で語学を伸ばそうとしている人を見ると、不便な時代に語学を頑張ってた人なんではないかと思います。それで親近感、つまり親しみが湧きます。多読の次の時代は、Amazon からオーディブルというサービスが出た後の時代です。その頃から日本の英語学習をしている人たちの中で、多読多聴という言葉が使われ始めました。多聴というのは、多く聞くと書きます。聴解の聴という漢字です。これは多読に合わせた表現です。多読多聴っていう雑誌も出ています。で、読書が言語学習のメインだった時代は、音声といえば、まずはカセットテープの時代がありました。でもカセットテープはもうすごい高いし、そもそもね、数があんまりなかったんです。その後、本には CD がつくようになりましたが、やっぱりそこまでの数はなかったですね。出版されていませんでした。特にお話の CD とかは、全然なかったですね。今これ英語の話です。で、英語でもそうなんですから、他の言語はね、本当に、なかったと思います。音声に使えるようなものが。で、そこでオーディブルが出てきて、英語の音声に安く大量に触れることが、可能になりました。それで多読多聴という学習方法が可能になりました。やっぱりね、安いって大事ですよね。特に大量にインプットするんで、たくさん欲しいんですよね。そういう時に一つ一つが高いと、やっぱり大量にというところにちょっと無理がね、出てくるっていうか、大量に聞けなくなってしまいますよね。で、今はそれがさらに進んで、例えば YouTube では、その言語を母語とする人、つまりネイティブの人が話している動画がたくさん見えますよね。
しかも簡単にオンライン上でレッスンを受けることができたり、その言語を母語とする友達を見つけることもできます。それから日本語を勉強する場合、日本語のアニメとかドラマとかもいろんな国から見れるようになってますよね。で、読む、聞くだけじゃなくて、映像のあるコンテンツをたくさん見たり聞いたりして、その言語に浸る。それがイマージョンです。それが今はできるようになったんですよね。もうね、いかに今が素晴らしい時代か、いくら言っても言い足りないですね。では、イマージョンについて、イマージョンってどんないいことがあるのかからお話しします。日本語でイマージョンする場合です。1、リスニング、聴解の力がつく。2、語彙や表現が増える。3、日本の文化への理解が深まる。4、リズム、ピッチアクセント、イントネーションも含めた発音が良くなる。はい。ではまず1から説明しましょう。1はリスニング、聴解の力がつくです。何かを聞いて理解できない時っていうのは、その言葉を知らないとか、その言葉の音が想像したものと違っているからです。たくさん聞けば聞くほど知っている言葉が増えていきます。知らなかった言葉が知っている言葉になっていきます。なので、聞いてわかることが増えます。これは言うまでもないですね。で、言葉の音が想像と違うというのは、日本語ってよくね、書かれた通りに発音するって言われますが、実はそうじゃないものもあるからだと思います。例えば、何かを言うという時に、言うって書くけど、言うって発音します。LINE とかだとそれを言うって書く人もいます。ただ、日本語としては一応、言うが正しいので、私は言うとは書かないですけど、書く人もね、いるんです。あと、私っていう時に、和が聞こえなかったりもします。話す時にですね。こんな、たしさ、みたいな感じです。たしさ、昨日ちょっとスーパーに行ったんだけど、みたいな感じで今、和って聞こえなかったんではないでしょうか。で、他にも、そんなことはよく、なことになったりします。なことないよ、とかですね。あとは、何々って言ってが、何々っつってってなったりもします。例えば、行くって言ってたよは、行くっつってたよってなります。でも、行くっつってたよってそのまんま書くと、ちょっとみっともない感じがあるんですね。みっともないは、見た目が悪いということです。そうすると、なんとなく、行くっつってたよって言ってても、字幕では、行くって言ってたよって、私なんかは書きたくなるんですよ。だから実際、字幕ではそうなっている可能性もありますね。今私、だからをはっきり発音しなかったと思います。もしよかったらちょっと戻して聞いてみてください。自然にそうなっちゃいました。今、それをやろうと思ったらうまく言えないんですけど、実際に話してる時には割とそうやっていい加減に話していることって結構あるんですよね。なんで、たくさん、そういう母語話者が話している音を聞いて、実際何を言っているかは文脈でわかると思うんですけど、そこから音を合わせていく作業、それをね、自然に頭の中でするようになると思います。それが、リスニングや聴解の力につながります。ごめんなさい。しつこくて申し訳ないんですけど、私今、頭の中って言いました。頭の中って書いてあっても、話すと頭の中ってなってしまうことが
ほとんどです。なんで、何々のはよくんになることもあります。二つ目、語彙が増えるですが、これも当然ですよね。基本的な言葉は何回も出てきます。だから、だんだん覚えてきます。例えば、このポッドキャストを聞いていても、私よく例を使って文を始めてます。何かを説明して、その次の説明を続けるときに、でって言ってるんですよ。で、今言っちゃったんですけど、どういう時にこのでが使われるのか、そういうことも、例えばこのポッドキャストを聞いていればわかるようになりますが、他のいろんなものを見たり聞いたりした時にも、でってみんな言ってるとかね、もうすでにね、気づいている人も多いと思いますけど、気づいてなかった人は、気づくと思います。あと、表現なんですけど、日本語特有の表現というものもあります。もしかしたら特有じゃなくて、ある言語とは同じだったりするかもしれないんですけどね。ちょっと英語と比べてみますね。コーヒーが入ったよとか、ビールが冷えてるよという表現があります。コーヒーが入るというと、まるでコーヒーが自分からカップに入ったような感じがしませんか？でもそうじゃないですよね、もちろん。私がコーヒーを入れて、で、例えば夫を呼ぶときに、コーヒーが入ったよって言います。コーヒーが飲める状態だよっていうことを伝えているんですね。と、ビールが冷えるも似たようなもので、ビールが冷たくなってるから飲んでもいいよということです。あと、楽しみにしていてくださいとかも、英語でそのまま直訳すると、なんだかおかしい表現なんですよね。日本語だったら、例えば動画で次は何々の動画を上げるので楽しみにしていてくださいって普通に言うんです。でもそれをそのまま英語にしたら多分すごくおかしいんだろうなって思います。で、こういうのはそれぞれの言語とのズレがあると思うんですね。で、そう、あと韓国語の例もちょっと一つだけ挙げると、韓国語の場合は結構直訳でいけるんですよね。だから、すごい、これもそのまま言えばいいのって驚くことが多いんですけど、やっぱりもちろん直訳できないものもあります。私が最近出会った表現は、もう一つの YouTube チャンネルの動画に対しての韓国語のコメントで、日本語に直訳すると、よく見ましたってことを書いてくれる人が、すごい多かったんです。でも私そのよく見ましたの意味がよくね、わからなかったんです。日本語だとこういう表現は使わないんですよ。それで、韓国語の先生に、どういう意味ですかって聞いたんですよね。そしたら、ちゃんと見たとか、丁寧に見たとか、つまり、面白かったとか、良かったとか、そういう意味なんだってことを、聞きました。で、その場合、日本語だったら、動画とても良かったですとかね、書くんですよね。でもそれをそのまま韓国語にすると、少し上から目線になるっていうふうに聞きました。上から目線っていうのは、こう、上から見下ろす目線なので、偉そうっていうことです。だから、なんか、先生に対してそういう偉そうなことを言ったら失礼なんでしょうかね。だから、よく見ましたっていう書き方をするっていうふうに聞いたんですけど、どうでしょうか？そうなんでしょうか？韓国の皆さん。なんかね、すっごい面白いなって思いました。その違いが。で、こういうズレって、いろんな言語であると思うんですよね。で、皆さんの母語はいろいろだと思うんです。そうすると、皆さんの母語と日本語での表現が違うことっていろいろあると思うんですよ。
それで驚いたようなことがあったら、ぜひコメントに書いてください。皆さんの母語が何なのか。母語は、母の言語の語。皆さんが一番最初に覚えた言葉ですね。なので、ぜひ、日本語での表現はこうだけど、自分の母語ではこうですっていうようなことをぜひ書いてください。面白いズレ、ぜひ知りたいです。はい。あと、語彙が増えるの中に、オノマトペがわかるようになるも入れておきましょう。オノマトペっていうのは、ドキドキとか、ワクワク、ザーザー、ぽよぽよ、ツルツル、ツヤツヤなどのその様子とかね、音とかを言葉にしたものです。これ、多分難しいですよね。オノマトペが難しいっていうのはよく聞きます。で、イマージョンをしていると、その、すべてにこう、文脈というか、コンテクストというか、その、状況があるわけですよね。で、ある状況の時にこういうオノマトペを使っているっていう、そういうのが自分の中にたくさんインプットされて、で、だんだんそのオノマトペの使い方がわかるようになっていくと思います。さて、では3つ目、日本文化への理解が深まるですが、これも映画とかドラマとかアニメを見ていれば、日本ではこういうことをするのがかっこいいとされているとか、こういうことをすると良くないとかがだんだん見えてくると思います。文化について勉強しようってしなくても、自然にそういうことが見えてくることがあるんじゃないかなって思います。よく日本人はすぐすいませんって謝ると言われたりします。謝ってばっかりいるとかね、よく聞きます。一方で、例えばアメリカは訴訟文化だから謝らないと聞いたこともあります。どこまでね、正しいのかわかりませんが、日本のドラマなどを見ていれば、すいませんって結構しょっちゅう出てくる言葉なのかなっていうふうにね、思うと思います。はい。で、4つ目、リズム、ピッチアクセント、イントネーションも含めた発音が良くなるですが、これもね、本当にある意味当然なんですよね。たくさん聞いていれば、日本語を話すときにどういう音を出せばいいかがわかります。あとはそれを出すだけです。で、そこに練習が必要かもしれませんが、まずはそのどういう音を出したいのか、それがたくさんインプットされていれば、その音に近い音を出せる可能性が高まります。例えばね、日本にはピッチアクセントというものがあります。ピッチアクセントは、音の工程です。よくある例としては、飴と雨ですね。飴というと甘いお菓子の飴で、雨というとザーザー空から降ってくる雨です。ただ、ピッチアクセントで意味が変わる単語はそれほど多くないんです。だから正しくないピッチアクセントでも通じます。それにそもそも方言とかはそういうピッチアクセントも違うんです。だからね、絶対ピッチアクセントを正しくしなきゃいけないとかいうのはないんですけど、ただそのピッチアクセントが合っていると、聞く人が楽です。ピッチアクセントが違うと、なんて言っているのかなってちょっとだけ考えるんですね。でもピッチアクセントが合っていれば、そういうのを聞く人が感じないので、すごい日本語がうまいねっていう印象になります。この発音とかリズムとかピッチアクセントとかイントネーションは体に覚えさせるという意味でイマージョンで覚えていくのが本当におすすめです。ただですね、それがどういうものなのか、ある音をどう発音するのかとか、日本語のリズムってどういうものなのかとか、
ピッチアクセントって何なのかとか、基本的な知識はあった方がいいと思います。その知識と実際が結びつくとすごく強いと思うんですね。それで私はそういうことをサブスクリプションのコースで教えています。リンクを貼っておくので、興味がある人はぜひ見てみてください。で、いろいろあげましたが、イマージョンによる効果はいいことしか思いつかないです。なのでね、ぜひやってもらいたいです。まあでもこのポッドキャストを聞いている時点で、もう皆さんはイマージョンを勉強に取り入れているんじゃないかなって思うんですけどね。でもまあ一応進め方についてお話しします。やり方ですね。まずイマージョンというのはとにかくたくさん見る、聞く、読むことなんですけど、大きくアクティブイマージョンとパッシブイマージョンに分けられます。アクティブは能動的という意味なので、ちゃんと机に座って、それ以外のことをしないで、動画を見るとか、ドラマを見るとか、本を読むとか、することです。パッシブというのは受動的という意味ですね。つまり、何かをしながら、受動的に、受け身的にポッドキャストを聞くとかが、このパッシブイマージョンになります。アクティブイマージョンっていうのは、ちゃんと時間を取らないとできないものです。勉強のための時間を取るわけです。初級者の人にとっては、それが大事です。というのも、初級者は、何かを目で見ないと、聞いてもわからないことが多いからです。でも、そうやって机に座って勉強することに取れる時間は、限られますよね。限られるっていうのは、いくらでも取れるわけじゃないという意味ですね。皆さんは一日何時間日本語の勉強をしていますか？1時間でも多い方かもしれないですね。3時間とかはもうなかなか時間が取れないですよね。そこで、力を発揮するのがパッシブイマージョンです。さっきも言ったようにパッシブイマージョンっていうのは何かをしている時間を使います。例えば料理をしている時とか運転をしている時とか手は動いているけど耳は開いていますよね。そういう時に耳に日本語を聞かせるわけです。ですから、中級、上級の人はいかに耳が開いている時間を見つけるかが大事です。料理している時間、掃除をしている時間、運転している時間、運動している時間、通勤などで電車に乗っている時間、お風呂に入っている時間、庭仕事をしている時間、散歩している時間、あとはどんな時間が考えられそうですか？頭を使わなきゃいけない作業をしているときはできないと思うんですが、体しか使っていない状態のときは、できるだけ日本語を聞くようにするといいと思います。そうすると、1日何時間使えますか？本気でやったら結構な時間になるかもしれないですね。私は一時期庭の草むしりをしながらよくオーディブルで英語のお話を聞いていました。草むしりっていうのは庭の草を抜くことです。特に夏は庭に草がどんどん生えてきますよね。いらない草です。なので草むしりをしないといけません。でも面倒なんですよ。それでついほっといて草をね、たくさん生やしちゃったりするんですが、続きが気になる面白い話を聞いていたときは、聞くために草むしりをするほどでした。もう庭がね、綺麗になりました。今から、そうですね、6年ぐらい前のことで、
当時私はまだ YouTube をあまり見てなかったんです。だからオーディブルで英語のお話を聞いてたんですが、あの時期は1日3時間とかね、聞いてたんで、英語力が伸びました。だからね、大事なのは何を聞くかなんです。わざわざ聞くために何かをするぐらい、面白いものに出会えるといいですよね。とにかく自分が楽しめるものであることを最優先にしてください。つまらなかったらもうね、無理しないでやめるのが大事です。ここのね、面白いコンテンツを探すっていうのがね、結構難しいんですけどね。それから自分のレベルよりあまりにも難しすぎるのも良くないかもしれません。難しすぎると聞いていてもわからなくって集中できなくなります。そうすると、聞いていても聞いてる意味がね、なくなっちゃうんですよ。なので、わからないことがちょっとだけあるぐらいのレベルのものがいいと思います。まあ、自分さえ良ければ半分ぐらいわかんなくても、なんとなく言ってることが少しでもわかればいいかもしれません。例えば、このポッドキャストの場合は、わからない部分があったら、ちょっと手を止めてね、ちょっと戻して画面の日本語を見るとか、英語訳を見て確認するなどをしてもいいと思います。あとは時間が取れる時に、一回聞いたものを今度はアクティブイマージョンとしてね、日本語を見ながらもう一回聞くっていうのもありだと思います。漢字に振り仮名が振ってあるので、漢字の勉強にもなりますね。あと、自分が気に入ったものであれば、同じものを何回か繰り返して聞くのもいいと思います。そしてね、何ヶ月後かにもう一回聞くんです。そうすると自分がその間に、どれくらいよりまた耳が良くなったかっていうのが見えてくると思います。で、一番大変なのは、自分にちょうどいいコンテンツを探すことなんですよ。難しすぎてもダメだし、簡単すぎても自分が楽しければね、いいと思うんですけど、で、その上で自分のレベルにも合っていなきゃいけないわけです。だからね、なかなかいいものに出会えないと思うんですね。なので、ぜひコメントに、今皆さんが楽しんでいる日本語のコンテンツの名前や、もしよかったら URL なども書いてください。ポッドキャストもいいと思うし、ドラマもいいと思うし、あと普通のね、そういう YouTube チャンネルとか、そういうのもいいと思うんです。で、ぜひいい情報をシェアして、お互い勉強の助けになれるといいんじゃないかと思います。レベルとかもね、もし分かれば、書いてくれると分かりやすいかもしれません。ぜひぜひよろしくお願いします。あとね、ついでに、このポッドキャストで今後聞いてみたいテーマなどもコメントで、お知らせいただけると嬉しいです。はい。では、今日はここまでにしましょう。最後まで聞いてくれてありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください。また次のエピソードでお会いしましょう。